富な時期は終わっちゃったけど、北海道に見応えない時期なんてないじゃないの旅。目指すは赤富良野町にあるファーム富田。富良野といえばっていう超有名な場所。行ったことある人はたくさんいると思うけど、今回はそんなファーム富田を100倍楽しもうっていう紹介動画。1897年に北海道国有未開地処分法が制定。本州などから北海道へ移住してくる人々が急増したんだ。その中にファーム富田の創始者である富田徳馬もいた。富田徳馬はその後1903年に現在の北海道中富良野町に開墾の桑を下ろし、その名字がファームの由来となる。徳馬の孫富田忠夫は1953年、当時富良野一帯においてラベンダー栽培の先駆者的人物であった。上田義和のラベンダー畑に出会い、1958年より香料用としてのラベンダー栽培を開始。妻と共に開始した畑は10アールの広さにまで及んだ。ちなみに1アールは10メートル ×10 メートル、10アールは10メートル ×100 メートルだぞ。1965年、7年を要しラベンダー畑を 1.2 ヘクタールに拡大したんだ。ちなみに 1.2 ヘクタールは100メートル ×120 メートル。やっぱ頑張ったんだね。1970年、富良野地方全体で230ヘクタール以上、約250個の農家がラベンダー栽培を手掛けた。北海道全体のラベンダーオイル生産量は5トンを記録。その大半が富良野地方のもの。1972年、旺盛香料の急激な技術進歩と貿易の自由化による安価な輸入香料の台頭で、ラベンダーオイルの買い上げ価格が下がったんだ。採算が取れず、これから最盛期を迎えるというラベンダー畑を涙を飲んで株ごとすき込んでいった農家も少なくなかった。すき込むっていうのは肥料や堆肥、緑肥などを加えながら耕すこと。日本のラベンダー畑は富良野地方を残すだけとなったんだ。1973年、香料会社がラベンダーオイルの買い上げを中止。富良野の丘を彩っていたラベンダーのほとんどが姿を消す。1976年5月の日本国有鉄道のカレンダーにファーム富田のラベンダー写真が紹介されると、徐々に観光客やカメラマンが訪れるようになった。その後にドラマ「北の国から」で放送されると、観光地として一躍有名になった。1980年代前半からエッセンシャルオイルの抽出に成功して、香水フロムを発売。1990年にラベンダー芳香フェアがフランスにて開催。このイベントで行われた品評会にて、ファーム富田のオリジナルエッセンシャルオイル岡紫が第1位を獲得。同時にオートプロバンスラベンダー修道騎士の称号を授与された。早い話、日本広大な大地の北海道で何かを守っていくってのは大変だって話。北
北の国からの影響は半端なく大きいとは思うけど、皆の努力で富良野が選ばれたのも事実。倉本壮さんもラベンダーがある富良野に惹かれたのかもしれないしね。で、言ってる間にうまうまラベンダーソフト、バイクまでおしゃれラベンダーから。ラベンダーのベストシーズンは7月中旬から下旬。品種により見頃の時期が違い、早咲きは6月下旬から開花が始まり、7月上旬から中旬が見頃。遅咲きの品種は7月上旬に開花し、中旬から下旬が見頃。これはラベンダーだと思うんだけど、遅咲きラバンジン畑かな。違ったらごめんね。ここは幸いの畑。ちなみに映像はお盆真っ只中。母ム富田のほぼ中央に位置し、小紫早咲き、岡紫、羊蹄、花も岩のファーム富田で栽培されているラベンダーが揃った畑。綺麗な紫でさぞ綺麗だったでしょう。ってことで画像でどうぞしょんぼり。グリーンハウス。畑にラベンダーが咲いていない夏以外の季節にもラベンダーを楽しめる温室。行かなかった愚かな自分、反省。そして花たちも綺麗だけど、なんとも堂々と立ち並ぶポプラ並木がまたいい味出してるね。秋には黄色に染まるポプラ並木。右側、花人の畑で咲いている花たちはケイトウ、サルビア、金魚草、マリーゴールドなど10月頃まで楽しめる花たちで埋まってるぞ。こういう夏の風物詩のような観光地。冬って何してるのって思うよね。このファームと見た陶器も営業してるんだ。さっきのグリーンハウスも冬でもラベンダーが見られるようになっている。ラベンダー以外にも色とりどりの花々や観葉植物が見られるんだ。カフェもやっていてラベンダーソフトも食べられる。冬も食べれるのは観光客に知ってほしいところ。日本最大級のドライフラワー展示スペースがあるドライフラワーの家。霧氷がついたポプラ並木や樹氷の木々、キラキラと舞い落ちる雪の結晶。もう12月だし、白銀の世界への旅行はどう？何度も訪れてる場所だけど、ここで一番の撮影スポットに向かっている。ポプリの家の展望デッキ。絶景をどうぞ。ということで、ここでファーム富田からのお願いをまとめる。植物が傷んだり畑の土に病原菌が移る恐れがあるため、畑の中には決して立ち入らないこと。園内の花や木に実る果樹などは決して摘み取ったり持ち帰ったりしないこと。園内へ
の飲食物の持ち込みは禁止。一番大事なこと、アーム富田に隣接している富田メロンハウスは無関係の施設。同じ富田だけど一緒にするなってこと。富田メロンハウスで買った飲食物やゴミなども持ち込んだらダメ。非常にデリケートな問題だ。想像にお任せするってこと。富良野は観光する場所が多いからチェックは必須。行ったり来たりしないために事前準備はしなくちゃね。北海道の冬ってマジで外出したくない。頑張ってこれから冬の撮影しよっと。今年もあと少し体に気をつけて過ごそうね。高評価、チャンネル登録よろしくね。したっけ。またね。